グータラズです。今日はソアラ。ちょっと車高がね、ちょっと高いかなって思っちゃって、ということで、理想の車高を求めてっていうのをね、やってみたいと思います。でね、ヤフオクで見つけたロールセンターアダプター、通称 SS キットだよね。これはまあね、ただ車高を下げるっていうんじゃなくて、うまく説明できないんだけど、赤い部分がボディでしょ。で、緑が車高調、バネだよね。で、青い部分がタイヤでしょ。車高を下げていくとね、どんどんこのアーム、黄色い部分がアームなんだけど、これがね、万歳状態っていうんだけど、上に上がってくんだよね。そうするとね、バネの向きがね、弱いんだよね。なので、この青い部分、今こう書いてる青い部分、これがロールセンターアダプターだね。これをつけることによると、アームが万歳せずに車高が落ちるんです。っていうね、画期的な素晴らしいキットがあるんですよ。それでちょっと安く買えたんでね、組んでいきます。リアが 2.5 センチ下がるのかな。で、フロントが 1.5 センチ。ちょっとなんだよね。これぐらいでいいかなと思ってるんだよね。でね、早速、取り付けはね、ものすごく簡単です。ここはリアですけどね、リアのこのロアームとナックルのこの付け根だね。このボルトね、外してください。で、ここにね、つけるだけ。アライメントは狂うけどね。ここにね、つけるだけです。専用設計なんでね。ソアラの場合は何と一緒かな。結構ね、共通車種が多いです。で、こういう感じ。このね、アダプターの分だけ下がるってことだね。そして、バネ、車高調だよね。車高調は調整せずにこの分だけ下がるので、このロアームは万歳せずに、これなんていうのかな。車高調のこのストロークもよく使えるんだよ。だからね、すごくね、こうみんなつけてる人多いです。車高でやる人はもっとすげえのつけてるけどね。アリストなんかは、これつけてねえんじゃねえか。確かね、延長ロアームだと思う。延長ロアームに、これが一緒になってんだよね。そういうロアームもあるんですけどね。テーマはね、とりあえず純正を残したいってことで、キリがないんでね。フェンダーの爪を折ったりすれば、それは履けるよ。それは下がるよ。でもそういうことをせずに、純正をこう、残しつつ、テーマはね、爪も折らずに、理想の車高を求めるっていうのが、今回のこのテーマです。なのでね、下げすぎってことはね、多分できないと思うんだ。ホイールがね、多分 10.5J あるから、現状爪に当たるんだよね。多分爪に当たると思うんだよな。とりあえずね、そういうことを含めて加味して、純正を残して、理想の車高を求めるっていうね、ことでやっていきます。もうこうしてる間にね、終わっちゃいました。でね、ジャッキから下ろしていきます。リアは 2.5 センチ。前の下げ幅よりちょっと大きいんですけどね。2.5 センチでも多分当たるので、その分車高調で上げればいいなと思って。このロールセンターアダプターで下げた分、車高調を伸ばせるので、その分ストローク量も増えるんですよ。増やせるっていう感じかな。メリットがね、結構大きいんでね。でね、フロントいきます。フロントはね、もっと簡単。このナックルとアームの間に、かましをかませるだけです。こういうことね。そう。このボルトを取ってあげてください。この2個だね。この間にね、かませるだけ。でね、ボルトも付属されてますんでね。そう、これをね、入れるだけ。で、ロングボルトついてくるんで、もしあれだったら、緩み止めっていうの？ロック剤つけた方がいいかもしれないです。俺はつけなかったですけど、つける人もいるみたいですね。そう、このボルトにね、ロック剤つければ緩まないみたいですけどね。俺のは 1.5 センチしか下がらない、このなんていうのかな、アダプターなんで、
もっと下がるのもあります。それぐらいでいいかなと思って。でね、きちんとちゃんと締めてください。整備は知ってるんじゃなくて、忘れ物がないかが大事ですから。でね、とりあえずもうジャッキ下ろしてます。結構下がったよね。前はこれ絶対当たるなと思ってます。で、心配だったんでね、コッパ入れてるんですけど、いやー、結構下がりました。単純計算で、リアが 2.5 センチでしょ？前が 1.5 センチ下がったから、単純にそれだけ下がってるってことだからね、結構な下がり量です。でね、まだ馴染んでないので、いい具合かなって思ってるんですけど、また馴染むとね、車って下がってくるんでね、馴染み出た時にどうかなと思って、これぐらいがいいよね、かっこいいよね。これが本当で言えば、本当に理想かもしれない。これでね、当たんなきゃいいけど、多分バンプした時に絶対に当たるんですわ。多分当たると思う。ですげえ心配になりながらスローポールして、前は絶対当たるよね。いやもうね、多分ね、こういう感じだと爪折ると完璧なんですよ。爪折ったりね、当たるところをどんどん削っていくと、これはこの車高で走れるんです。ただ今回のテーマ、それをもしないっていうことを決めたんで、爪折りはしないっていうのをね、テーマにね、で、アーム類も変えない。そういう風にしちゃうと、どんどんね、次々こう変えていっちゃうんでね、テーマを決めてやろうってね、今日は決めたんで。でね、この時点でまだいい感じ。この時点はまだ走ってないです。とりあえずね、ちょっと移動しただけ。これすごくいいなと思ってんですけどね。これ絶対当たるよな。絶対当たる。だって前の状態で当たってたところあったからね。そうです。期待と不安。ぐるっとしてきました。ね、バッチリ当たります。バッチリ当たってましたわ。インナーに当たってる感じですよね。で、前は特にハンドル切ると、フェンダーのとこに、フェンダーっていうか、この車、フェンダーのとこにこのトリムみたいなのがついてるんですよ。それに当たってるね、前は。ハンドル切った時ですけど、後ろは若干の爪と、あとインナーかな。前もインナーね、当たってます。なのでね、この車高だとちょっときついです。先ほども言いましたけど、爪をね、折ったりね、すればこの状態でもいけるんでしょうけど、今回はそれもしないって決めたんで、そういうことをせずに、どうしようか。これから第2弾やっていきたいと思ってます。予定としては、インナーをね、炙ってね、ちょっとへこませるでしょ。その辺は農家にしようよと思ってさ。あとは車高をね、少し上げるってことかな。前 1.5 センチの後ろ 2.5 センチでしょ。その分の車高をね、ちょっと上げてもいいと思うんだよね。なのでね、第2弾はそのインナーの加工と車高をね、5ミリずつちょっと上げてみようと思います。それでどうなるか試してみたいと思います。ということでね、今日も長々ありがとうございました。次はね、理想の車高第2弾、この純正を生かしたままでということで第2弾やりますんで、それもまた楽しみにしててください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。